どうも、漫画オタクのはやんです。先週久しぶりにブックオフ行ってきて購入品紹介の動画上げたんですけど、その時結構レアな漫画購入できたんですよ。もうずっと探してた初版帯付きの漫画とか見つけて、もうそれがめちゃくちゃ楽しくて、もうまた今週も初版漫画探し行ってきました。今週もめちゃくちゃいい漫画に出会いました。もうずっと欲しかったんですけど、なかなか見つけられなかった漫画に出会えたんで、早速紹介していきます。もうまず一つ目からちょっとやばいのを紹介します。それがこちらですね。ホテルヘルヘイムの全巻初版帯付きを購入してきました。いやめちゃくちゃ嬉しい。絵柄見てもらったらピンとくる人もいるんじゃないかなと思うんですけど、実は作者が参りました入間くんとかマダンの1の西治先生なんですよ。今ではもう入間くんも大ヒットしてマダンの1も大人気の作品なんですけど、そんな西治先生の初連載作品なんですよ。どんな漫画かっていうと、あらゆるホテルを再興してきた伝説のホテルマン田中が冥界にある廃業寸前のダメホテルの立て直しに挑むファンタジーコメディですね。入間くんとマダンの1は前巻読んでてどっちも大好きなんで、この漫画も揃えておきたかったんで購入できてよかったですね。2つ目がバグズランドの全巻初版帯付きを購入してきました。この漫画は完全に作者買いですね。この漫画の原作の七月恭一先生にちょっと特別な思い入れがあって、っていうのも僕が初めて購入した青年漫画が牙の旅商人っていう漫画なんですけど、その漫画の原作が七月先生だったんですよ。でその牙の旅商人がほんまに大好きで、当時小学生だったんですけど、その時はほんまにジャンプとかコロコロとかの少年漫画しか読んでなくて、たまたま本屋さんで牙の旅商人見かけて、でその圧倒的な想定の美しさにもうめちゃくちゃ心奪われて、普段は読まないんですけどもうたまたま一巻購入したんですよ。それで今まで読んだことない世界観の漫画を体験してもうめちゃくちゃ衝撃を受けて、そこからガンツとかベルセルクとか重厚な物語の漫画とかを読むようになったんで、ほんまに僕の漫画の世界を広げてくれた作品が牙の旅商人なんですよ。だから個人的に牙の旅商人にめちゃくちゃ思い入れがあって、で七月先生の作品もっと読みたいなって思ってたんで今回購入してきました。他にも七月先生の作品たくさん読んできたんですけど全部面白いんですよ。この漫画もまだちゃんと読めてないんですけどほんまに面白そうなんですよね。巨大化した昆虫と人類の戦いを描くサバイバル漫画って感じらしくて、もうめちゃくちゃ面白そうですよね。もう早く読みたいなって思います。5巻だけなんで早速読んでいこうかなと思います。続いて3つ目がソフトメタルヴァンパイアの全巻初版帯付き購入してきました。この漫画はエデンとかオールラウンダーめぐるとかで有名な遠藤博樹先生の作品ですね。僕遠藤先生の作品はエデンと愚者の星は読んだことあるんですよ。で両方大好きで、他の作品も読んでみたいなと思ってたんで今回購入してきました。内容が吸血鬼を題材にしたダークファンタジーみたいですね。僕ダークファンタジー大好きなんでもう早く読みたいですね。僕遠藤先生が描く世界観めちゃくちゃ好きなんで、この漫画もハマるんやろなって思ってます。この漫画はセットコミックのコーナーで見つけて値段がめっちゃ安かったんですよ。もともと700円やったんですけど、そこから 20% オフになっててもう1巻100円以下で購入できましたね。しかも状態も結構良くてもうめちゃくちゃいい買い物できたなって思います。で実は遠藤先生の作品この後ろの本棚に入ってるんですよ。だから一緒に並べたいなと思うんですけど、この本棚もパンパンなんでちょっとまた本棚整理しないとダメですね。その本棚整理の動画ってどうですか？もし需要があるんやったら作ってみようかなって思うんですけど、ぜひコメントで教えてください。続いて4つ目はダンサン女子の全巻初版帯付き購入しました。この漫画はアハレンさんは測れないとか電気街の本屋さんの水麻人先生の作品ですね。前から気にはなってたんですけどなかなか見つけられなくてやっと見つけたって感じですね。だから今回見つけられてめちゃくちゃ嬉しかったですね。で内容が高校生たちがくだらないことに全力を注ぐ下ネタ多めのぶっ飛んだ青春ギャグ漫画です。いやもうこんなん設定だけでおもろいやんって思ってたんでもうずっと読みたかったんですよね。高校生たちが全力でバカやるギャグ漫画なんて絶対面白いんで読むのが楽しみですね。次が今回の購入品ラストになります。ラストが竜とカメレオン1巻の初版帯付き購入してきました。いやいやちょっと待てと、はやんまだこの漫画読んでなかったんかいって思われるかもしれないんですけど、僕竜とカメレオン自体はもう全巻初版で揃えてるんですよ。じゃあなんで
またわざわざ1巻の初版購入したかっていうと、とある理由があって今回購入しました。っていうのも1巻が出た時、僕たまたま実家に帰ってて、実家の自分の部屋で竜とカメレオン読んでたんですよ。でそのまま自分の部屋に忘れてきちゃったんですよね。でそっから取りに行くのもめんどくさいなと思って、また帰った時に取りに帰ろうって思って後日取りに帰ったらめちゃくちゃ日焼けしちゃってたんですよね。いやもうこれほんまに僕が悪いんですけど、もうほんまに日当たりのいい場所にずっと放置しちゃってたんですよね。だからほんまにそれがショックで、いつか買い直そうって思ってて、で今回たまたまブックオフで見かけたんで購入してきました。僕竜とカメレオンめちゃくちゃ大好きなんで、やっぱり綺麗な状態でコレクションしておきたいなとも思ってたんで、今回購入できてよかったですね。石山先生の作品は竜とカメレオン以外にも三つ首コンドルとかいびつのアマルガムとか、以前ジャンプで連載されていた作品も大好きなんで、またいつか紹介しようかなと思います。竜とカメレオンもほんまに面白いんで、またじっくり紹介したいですね。はい、ということで今回の購入品紹介は以上になります。いや今回も欲しかった漫画に出会えてめちゃくちゃ良かったですね。いやブックオフ巡りはやめられないですね。こんなにたくさん漫画あるんですけど、まだまだ持ってない漫画もあるし欲しい漫画もあるんで、これからもたくさんブックオフ巡りしていこうかなと思います。はい、ということでこの動画が面白かったっていう人はチャンネル登録、高評価、ハイプよろしくお願いします。8月毎日投稿中なんでぜひ応援よろしくお願いします。それでは本日もご視聴いただきありがとうございました。